リチウムマグネシウム振動板が、この価格まで降りてきた。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ダナの新商品、ファルコンアルトラだ。またの名をハヤブサアルトラとも言う。ダナに関しては、このジャンルのイヤホンを聞いている人になら、説明は不要だろう。中華イヤホンブランドでは、かなり安定して良作を送り出す、中堅から上位の価格帯のイヤホンを多く販売するブランド。1万円くらいと手頃なお値段と、高い完成度で話題になった、ダナキタン S なんかも、このブランドから発売されているイヤホンだ。今回発売された、ファルコンアルトラは、3万円クラスで、同社中堅モデルくらいの価格帯に位置する。が、ドライバとしては、現在非常に珍しい、リチウムマグネシウム合金のドームを備えた振動板を採用するなど、現行フラグシップの技術をそのまま引き継いだ、お手頃なお値段まで降りてきた、上位機種テクノロジーを引き継いだ一本だ。リチウムマグネシウム合金を振動板に採用したイヤホンは、今までにこのファルコンアルトラのほか、1台しか触っていない。それが、この振動板を、純ベリリウム合金を置き換える新技術と謳った、愛好の OH5 だな。あっちの半額くらいで同じ技術に触れられる、という点でも、かなり魅力的に映る。ちなみに、このファルコンという名前のイヤホンは、ダナから2台すでに販売、そして販売終了したモデルがある。うち、最初に発売された、ダナファルコン C は、僕も所有してるんだけど、振動板の素材が変化したからか、サウンドバランスとしては、ファルコン9に近いんだけど、リチウムマグネシウム合金採用の振動板のおかげか、同じ素材の愛好 OH5 の響き方に近いイヤホンだった。詳しく見ていこうか。まずは外装から。基本形状は、ダナファルコン C から引き継いでいる、より廉価なキタン S や、最近テストした、キマシリーズは2ピン端子を採用していたんだけど、ファルコンシリーズのハウジングを有用しているからか、ファルコンアルトラのリケーブルは、MMCX 端子で行うぞ。ケーブルはプラグの交換が可能で、4.4mm と 3.5mm のプラグが付属する、2.5mm はついてこないので、その点は注意が必要だ。ケーブルは細いけど、若干表面の摩擦抵抗が強いので、少し癖のある取り回しに感じるかも。ただ、タッチノイズなんかは全く気にならなかったのと、初代ファルコン C に比べると、表面の摩擦抵抗は抑えられているので、取り回しに難がある感じはないな。付属品はかなり豊富、大型で余裕のあるポーチ。ダナが販売している、豊富なイヤピ、そしてノズル交換が可能だ。ノズルは素材によって響き方を変化させるもので、異なる素材の金属素材の2種類が選択できるぞ。外装の形状は、初代ファルコンと同様、あちらはマットなブラックだったけど、今回は金属色が美しいブルーの仕上がりだ。ちなみに、この形状、TRN-V80 君がしれっと真似してる。今回は V80 と同じ色になったわけだけど、V80 よりももちろん表面仕上げは美しい。メッキは、より鮮やかで本体の側面には DUNU のアルファベットの散ったデザインも配置されてるぞ。装着感は良好。もともと、ファルコンシリーズはかなりスリムなデザインなんだけど、このファルコンアルトラも、耳掛け型として必要な形状をしっかり確保していて、余計な出っ張りとかもなし、重量感は若干あるものの、イヤーステムは耳の奥にまで押し込めるから、耳からずれる感触もなかった。重量のあるハウジングは、時として装着感に難をもたらすけど、その分、音質にも恩恵があることがほとんどなので、キタン S、キマに続いて、このファルコンアルトラでも、重量感がありつつ、装着感に難をもたらさないあたりは、ダナの設計のうまさを感じるな。と、側に関してはこんな感じ。この価格帯のイヤホンだったら高級感があって当たり前。しっかりと、その要求をクリアできてるぞ。その上、このイヤホンは、ダナの上位モデルの設計をフィードバックしていることに加えて、3万円クラスではあまり採用例のない、リチウムマグネシウム合金の振動板を採用しているんだから、付加価値も十分だ。1ダイナミックドライバのイヤホンは、一番シンプルな構成のイヤホンだけど、故に、振動板やその他の工夫で、本当に多くのバリエーションがある。中身についてちょっと見てみよう。ダナファルコンアルトラの振動板サイズは、一般的な 10mm、ドライバは、フラグシップのものと同様、いや、実はさらに改良されてる。実は上位機種である全プロから振動板が新世代のものに変更されてたり、磁気回路も改良されてたりで、上位機種の技術、そのまま下ろしちゃいました、じゃなくて、さらにアップグレードが加えられた別物になってるんだ。この手の上位技術を引き継ぐイヤホン、ワクワクするんだけど、ファルコンアルトラはしっかりとそれと競い合える、意図的にコストダウンしていないモデル、ということができそう。
このイヤホンに採用されいるリチウムマグネシウム合金振動板は、まだ採用例が少ないだけあって、非常に特徴的なサウンド。個人的な印象としては、ベリリウムなどの金属系メッキ振動板に近い印象。リチウムマグシウム合金で金属系素材なので、そりゃ見ても違和感がないよな。ベリリウムメッキと比較すると、全体がより感触で、沈み込むような低音域を提供するベリリウム系素材に対して、残響感が少なく、より正確なサウンドを実現する印象だ。カーボンナノチューブ振動板にも近いんだけど、あちらより、低音域がよく出たり、金属音の響き方が自然な感じ、よりカリカリと明瞭で高質な音が欲しいんだったら、カーボンナノチューブの方が良さそうだけど、こちらの方が、ボーカル帯域の対応力とか、全体の自然さではより優れているように感じるぞ。ファルコンアルトラ、というか、ダナのイヤホン全般に言えることなんだけど、特徴的な部分が強調されるもの、というよりは、全体的にナチュラルで、バランスの取れたサウンドのイヤホンが多い印象。ファルコンアルトラもこの例の中に含まれていて、どんなジャンルの曲もこなせる印象だ。ざっくり言っちゃうと、振動板の素材が同じ、愛好 OH5 に近いんだけど、より、金属音、低音など、高音域、低音域の強調が強い OH5 よりも、より、バランスの取れたサウンドになっている印象がある。OH5 はより大型のダイナミックドライバーを使っていることもあって、全体的に表現が派手なので、それに対して、そういった主張を抑えつつ、盛り上げたいところはしっかり盛り上がるバランスになっているのが、ダナ製のファルコンアルトラの性格が出ているところだとも感じた。もちろん、この価格帯なので完成度は非常に高いんだけど、その中に、チラチラと覗く、リチウムマグネシウム合金振動板らしさ、のようなもののバランスが、ダナファルコンアルトラの魅力だと感じたな。さらに、ファルコンアルトラには、ノズルによるチューニング変更が用意されていて、これでかなり印象が変化する。ファルコンアルトラの標準となる、青ノズルでは、金属音などが気持ちよく持ち上がる、感触感の強い音。真鍮を使った金色ノズルでは、より中高音域が柔らかくなり、全体が落ち着く、ニュートラルな音色に聞こえるようになる。青の方が個性的で高い分離感、金色の方が万能で何にでも使える印象だな。また、高音域がより鋭く感じる青フィルターの方が、サブベースも実はちょっと力強い。なので、より個性が強く出るのが青フィルターで、キマのようなサウンドが楽しめる。もちろん、より高解像度で味わえるのが、金フィルターとなっているぞ。空間はどちらでも適度に広さがある、密閉感と、しっかり重厚な低音域のおかげで、どこまでも突き抜ける感じはなく、密閉感は強いものの、それゆえに高音域側が変にブレず、かっちりとなっているのに強い印象を感じるな。弱点らしい弱点はない、この価格帯にふさわしい完成度だ。で、こんだけしっかり作られている1ダイナミックドライバモデルなので、他の手持ちの高級1ダイナミックドライバモデル複数台と比較してみよう。今回比較対象として引っ張り出したのは、同じダナのキタン S とキマクラシック、別ブランドから、聖オーディオエリクサー、ナイス HCK ロフティ、愛好 OH5、価格的ライバルということで、BQEYZ ウィンターも引っ張り出してみた。もっと比較したいモデルは多いけど、どっちらかるのでここら辺にしとこうか。まずは、同じダナのエントリークラス、キタン S と、キマクラシックだ。この2台は、高音域側が柔らかく、低音の厚みがあるキタン S と、全体に引き締まりが力強く、そして高音域も兼ね備えたキマクラシックと、性格が異なる。対して、ファルコンアルトラは、青ノズルがキマクラシックに近く、金ノズルがキタン S に近いな。青ノズルの状態でキマクラシックと比べると、キマクラシックの方が全体的に分離感のキレが良く、一丁で気持ちの良いサウンドなんだけど、ファルコンアルトラはそこに中音域以下の深みも付随していて、解像度自体はキマクラシック同様高い。一丁の分離感ではカーボン系のキマクラシックが有利。が、低音側の奥行きや深み、自然さの中の分離感ではファルコンアルトラが有利だ。ぶっちゃけキマクラシック以上の価格帯は好みだけど、新振動板の凄みは間違いなく感じられるだろう。ティタンズと比較すると、あちらは高音域側が柔らかく、分離感が強くないタイプ。金フィルターにした時のファルコンアルトラが近いんだけど、全体的に分離感、改造感でファルコンアルトラが有利だな。よりスローメローなサウンドが好みなら、ファルコンアルトラがおすすめなんだけど、明らかに解像度がファルコンアルトラの方が高く感じられる。こればかりは価格差もさすがに感じるな。ただ、全体の雰囲気でどちらが好みかは決まると思う。そこら辺は、やっぱり人気作、ティタン S って印象だ。
正オーディオエリクサーは、かなり気持ち良いポイントがファルコンアルトラに近く感じた。ただ、あちらの方が全体に音が乾いていて、低音側の量感は軽いな。もちろん、量感としてはそれで十分だし、感触ドライなサウンドに魅力を感じる人はエリクサーは相変わらず個性的で魅力的だ。ただ、感触感の長持ち、という点で、エリクサーは結構音が変化していくので、安心できないところがある。エイジングによる変化が大きいんだ。ファルコンアルトラはしばらく鳴らし込んでも、高音域側の鋭さが変なくしないので、長く変化しない高音域のキレを求めているなら、ファルコンアルトラかな？また、低音域側の量感は明らかにファルコンアルトラの方が強いので、よく悩んで決めるべき2台だと思うぞ。続いて、ナイス HCK ロフティ。ピュアベリリウム振動板採用で、この価格帯の1ダイナミックドライバーとして比較検討しやすい1台だと思う。実は、金フィルターを合わせたファルコンアルトラに結構印象が近い、しっかり自力の整った、金属系振動板1ダイナミックドライバー機、かつ、しっかりした低音、ということで、かなり好みの近い層が支持しそうな2台だ。その上で、ファルコンアルトラが有利なのは、装着がより小型で長時間負担にならない点と、ノズル交換でよりソリッドにできる点だな。低音域の量感もよく伝達する感じがあるので、あとは好みでどうぞ、という感じ。この価格帯はやはりどれもレベルが高い。そして、このイヤホンのライバル機種と言っていいだろう。より重厚で、より大型だけど、同じリチウムマグネシウム合金振動板を備えた、アイコ OH5 だ。OH5 とファルコンアルトラを比較すると、OH5 の方が個性的。対して、ファルコンアルトラは、必要以上に特性が飛び出さない、より万能度の高い機種。個性を求めるなら、何事もビッグサイズな OH5 だが、より日常に寄り添う機種というと、ファルコンアルトラといった感じ。大きな価格差も比較検討のポイントになるだろうな。そして最後に、骨伝導ユニットを採用した、BQEYZ ウィンター。こちらもある意味、この価格で触れられなかった新素材イヤホン、といったポジションで、魅力的に感じられる一台となっている。ウィンターアルトラは、キャラクターとしては、さっき比較したアイコ OH5 に近い、新ドライバの特性を前面に出した、のびのび鳴らしてる系のイヤホンだ。高音、低音ともにファルコンアルトラよりも強烈で、それでいて中高音域が聞こえる不思議なイヤホンなんだけど、そこをより現実的に、それでいてリチウムマグネシウム振動板の旨味が感じられるのがファルコンアルトラといったところ。実は、この2台、アルトラの名前つながりのせいか、ウィンターアルトラと、ファルコンアルトラの方が直接のライバルになる。バランス的に近く、ウィンターアルトラは高低音域ともに落ち着いたバランスになっていて、それでいて骨伝導の馬味が残っているバランス。ウィンターアルトラのサウンドは、実はファルコンアルトラの金フィルターと、好きな人が近そうな印象だ。細やかなところの表現力もほぼ互角、あとはドライバ構成ゆえの癖で小さな差で選んでいくレベルで、実際に聞かないと白黒はっきりつけられないレベルだと思うな。というわけで、この価格帯で星5をつけたイヤホンと、それから、他のダナのお手頃モデルとも比較したけど、どれも甲乙つけがたい。ファルコンアルトラは、この価格帯で間違いなくトップを競える一台だ。ダナらしい、一部を突出させすぎないバランスも好ましい。取り回しにも安心感があるのも好印象だな。ファルコン C から間違いなく大きく進化した。この振動板を採用しているにしては非常に魅力的な価格なのも見逃せないな。というわけで、そりゃあおすすめだよ。いい音だもの。ファルコンプロとも異なる振動板らしいので、ファルコンプロを逃してしまったそこのあなたもきっと満足できるだろう。ぜひ検討してみてくれ。といったところで今回はここまで。最近どんどんレビューが長くなっていて、時間通りに仕上がらない、